一つとして同じものはないコーヒー。そこにはさまざまな生産者の物語や焙煎に込めたロースターの強い思いがある。温かいコーヒーが飲みたくなる季節、雪が降り積もる場所に集まったのは6組のロースター。世界各地で活躍する個性豊かなロースターたちが世界中のコーヒー生産者のもとを訪れる旅に出た。現地での新鮮な体験がどんな変化をもたらすのか。めちゃめちゃ甘い。美味しい。焙煎した私の愛と感じて飲んでほしいです。自信持って伝えることができるコーヒーが本当のスペシャリティコーヒーなのかな。移り変わり深まっていくそれぞれの思いを一杯のコーヒーに込める。コーヒーを巡る旅の舞台は南米中央部のボリビア。標高3000メートルで栽培されるコーヒー豆は生産量が少ないためダイレクトトレードによって取引されているとても希少なもの。ロースターたちはその現場を実際に見る旅に出た。遠いです。普段当たり前に飲んでるコーヒーがすごい遠くで作られてるものだっていうのをしみじみ今肌で感じてます。ボリビアで最初に訪れたのはコーヒー農園モンテシエロ。農薬を使わず土地の豊かな自然を守りながら長く続けてきた農園だ。すごい。この赤い実がコーヒーの元コーヒーチェリー。いただきます。甘い。ロースターたちはこの農園でコーヒーの収穫を体験した。お、来た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 。コーヒーチェリーから種を取り出し丁寧に洗う。この手間のかかる作業が素晴らしいコーヒーを生み出していく。すごい綺麗な。ロースターたちを案内してくれたのはナシアさん。祖父が開拓した農園を引き継いだ3代目でコーヒーへの情熱に満ち溢れた若きリーダーだ。3ヶ月前3ヶ月前ですね。だけどなんかもっと前な気もするしそうです。今見たら新鮮な気もする。つい最近な気もする。旅を共にし再会したロースターたち。ボリビアで出会いインスピレーションを受けた豆から特別な一杯を入れ語り合う。若き農園主ナシアさんの豆を選んだのはこの2人。最初の一杯を入れるのは長澤和弘さん。すごいその希望に満ち溢れたそのナシアさんを見てすごい昨日はちょっと感激した部分があったんですけども、もしかしたらそのナシアさんの農園もものすごい今後農園になっていってひょっとしたらもう今すごい瞬間を見ているのかなって思ったりもします。品種はレッドカトゥアイ、生成はウォッシュド。機械で果肉を取り除き豆を水で洗う精製方法でコーヒーの味を一番引き出すと言われている。ありがとうございます。うわナシアのウォッシュドなので優しい味わいがします飲んでください。いただきます。いただきます。優しい。美味しい。
うまい。結構甘いですね。あったかいです。甘みが出てますね。すごいバランスがいいですね。ボリビアで出会ったコーヒーを入れるロースターたち。彼らはその特別な一杯に名前をつけた。これにつけたタイトルは「受け継がれる伝統」。ナシアのおじいさんが開拓した農園でコモディティをずっとやってたっていうのを、その取り組んでいくって言って、新しいその取り組みっていうのでぜひこのコーヒーを提供したいなっていうので今回これを選んだのはあります。長澤さんが心打たれたのがナシアさんからロースターへのサプライズ。この地の民族衣装を身にまとった人たちが伝統音楽とともに昼食を運んできてくれた。ナシアのもてなしですね。それを見た時に本当上空をコンドルが飛んでたっていうのが本当に印象に残ってて、もう本当にインカのなんかこう文明に触れたなっていう感じがしましたね。まだ20代のナシアがそれを受け継いでいくって決意をして、それでもっと品質を高くして、スペシャルティーコーヒーとしてやっていきたいんだっていうその志がねちょっと心を打たれた部分もあって、心からのおもてなしでしたよね。それが20代の子がやってるから余計なんか響くものもあったりして。ナシアさんとの心温まる交流。宗弘さんもまたナシアさんの農園での体験が心に響いたという。ナシアさんがコーヒー豆の声を聞いてっていう風に言ってたのがすごく素敵だなと思って、確かにコーヒー豆をウォッシュした後の触った時の音と若干乾いてる時の音と完全に乾いた時に豆を触った時の音が全然違って、すごく彼女の情熱だったり話してるそのコーヒーの声を聞きながら作ってるんだなっていうのを聞いた時にうわーって感動したのと、まだまだ27歳で若いからすごく今後が楽しみだなと思いました。2杯目は坂下健介さん。今の自然の生態系を残しつつ、そのままありのままのその土壌とか自然とかで、自分たちのコーヒーを育てるっていうところがなんかめちゃくちゃ印象を受けましたね。品種は長澤さんと同じくナシアさんの農園のレッドカトゥアイ。生成方法はコーヒーの実を摘んでそのまま果肉を剥かずに乾燥させるナチュラルで、とてもフルーティーな味わいに仕上がる。これはナシアのナチュラルのコーヒーです。現地でカッピングしてこれ甘さを感じたので、このコーヒーをここで入れたいなと思ってセレクトしたので飲んでみてください。チョコレートっぽい。すごい丸っこいですね。素晴らしい焙煎ですね。坂下さんが入れた特別な一杯。そこにはロースターとして葛藤していた彼の新たな決意が込められていた。このコーヒーにつけたタイトルは、等身大のアイデンティティっていうタイトルをつけました。彼女が地区のリーダーとしてこれからコーヒーを引っ張っていきたいっていう意思も感じたんですけど、僕もこのボリビアに訪問する時に、ロースターとしてそのコーヒービジネスをする人間としてどう成長していけばいいんだろうって思ってたんですけど、やっぱこう旅を通して自分にしかできないことってあるんじゃないかなと思って、それが背伸びせずに自分らしさを貫いてるナシアにすごい惹かれて、
もっと成長したいって思って自分自身を貫きたいと思って等身大のアイデンティティっていうタイトルにしました。すごく坂下さんらしくて、でさらにこうナシアのことをなんかよく見てたんだなって、なんかみんなこう行くところでなんかこう違った思いを感じてて、すごい面白いなって聞いてました。すごいですね。同じ農園のコーヒーでもロースターが違えば見える物語も変わってくる。ロースターの中には初めて生産地を訪れた人も。新鮮な体験がたくさんあったよう。まずコーヒーチェリーをピッキングするときに、私が思ってる完熟した赤の色っていうのがまだまだもっともっと完熟っていうのは赤黒くなってたり、もう黒っぽい色に近いものを言うんだなっていうのを知ってすごく驚いたのと、それを瞬時に見分けてピッキングするのも大変な作業だなっていうのを目の当たりにして、これを日々一粒一粒回収してくれてる皆さんの仕事ぶりにもう感謝しかなかったですね。実際にやっぱり自分たちが体験すると、いやこんなに大変なんだなと。全然違いますよね。全然違います。全然違います。思ってる以上の何百倍だろうっていう。そうですね。手間がかかってて、でそれを麻袋を一袋分にするだけでも大変なのに、それを何キロ何トンと作るっていうその生産者さんの努力が本当にこう少しでもこうなんですかね、見ることができて、よりなんですか、帰ってきてからそのコーヒーがすごくこうもっと愛おしいものというか、大切にしなきゃいけないものっていう意識がこうより高まったかなって。3日目、ロースターたちは2つの農園を訪ねた。フィンカ・イザベルは森の中で自然に近い形でコーヒーの木を育てながらオリジナルの交配種も作る探求心あふれる農園。すごい入れ食い状態みたいな。すごいですね。この農園で出会ったのはピッカー。熟したコーヒーの実だけを瞬時に見分けて摘む職人だ。続いて訪れたのはゴリオン農園。農園主セルソさんの作るゲイシャは高い評価を得ている。今コパカバーナというエリアに来ております。セルソさんの農園、今めっちゃ登ってるんですけど結構きつい。やばいっすよね。やばいとこに来てる今。急斜面を登り続け、ようやくたどり着く場所でコーヒーを育てている。4日目、今までとはちょっと雰囲気の違う場所にやってきたロースターたち。ここはアグリカフェ。世界中の名だたるロースターを顧客としている。チェリーの洗浄からプロセスに至るまで最先端の技術で徹底した品質管理を行っているそう。同じコーヒーでも農園によって規模も作り方も様々。ボリビアの農園の多様性にロースターたちも驚いたよう。いや、すごかったですね。いやー、それも懐かしいですね。どうでした？さっきもそうですけど。でもフィンカ・イザベルはすごいよすごいよって言われてたんですけど、本当にすごかった。どうすごかったですか？まず森の中にコーヒー植えてるって本当に森の中だったっていう。あとはそのチェリーの完熟度合い。すごかったね。今回こうやってその私たちみたいな小規模な農家でもその小さなロースターとつながりをちゃんと作ることができたのはすごい嬉しいって言ってくれてましたよね。
で今頑張ってるって言ってましたよね。自分たちのオリジナルの交配したやつが今育ってきてるからもうちょっと待って。どんな味なんですかね。一番大変じゃなかったですか。傾斜がね。本当一人分ぐらいしか歩けないようなところをもうずっと登ってって、登山みたいな、そうですね、そんなところスニーカーで登るのみたいな。行くのも大変だったけど下ってくる時も結構細いところね。でもあれを豆背負ってみんな降りてくると思うとよくここ降りてこれるなっていう感じだよね。だって30キロぐらいを抱えるって言ってましたよね。大農園うわーって感じ。違いますし、でもなんか設備がね、すごい最先端っていう。普通はできないようなことをやってる。例えばそのコーヒーチェリーを収穫してから洗浄と殺菌をちゃんとしてる。洗浄と殺菌ってなかなか他のところだとしてるところって多分なくて、そこで一回チェリーをきれいな状態にしてから今度夜から朝にかけてプロセッシングを行うっていうふうに言ってて、そこの流れの体制っていうのが一貫して本当に素晴らしいと感じたし、チェリー洗うのもオゾン水で洗うって言ってたよね。あ、そうでしたっけ。ロースターが生産地で出会ったコーヒー。一口にコーヒーといっても実は品種によって味は様々。現在飲料用に栽培されているのは大まかにアラビカ種、ロブスタ種の2種類。中でも標高が高い生産地で栽培され品質が高いのはアラビカ種。実はこのアラビカ種の中にもさらにたくさんの品種がある。エチオピアが原産であるコーヒーが世界中に伝わる中で突然変異が起こったり、生産者の手によって品種改良されたりして多様な味が生まれていったのだ。また同じ品種であっても栽培される気候風土によってその味は大きく異なり、奥深い世界が広がっている。今回訪れたボリビアで栽培されている品種もほとんどがアラビカ種。国全体の生産量は少ないけれどスペシャルティーコーヒーとして扱われることが多いそう。ボリビアはまだ見ぬ味に出会えるポテンシャルに満ちた産地の一つなのだ。ボリビアの旅が始まってもう6日目。今日は隣接する2つの農園を見学する。まずはフィンカ・センダ・サルバヘ。この農園で作られたコーヒーを真剣な表情でカッピング。ロースターたちのフィードバックに笑顔を見せる農園主カルメロさん。そして共にコーヒーを作る妻のデイシーさん。ボリビアで最も高品質なコーヒーを決める国際品評会大統領カップでも1位を獲得しているこの農園のコーヒーは夫婦の誠実なコーヒーへの愛から生まれている。続いて隣の農園クアトロ・リャマスへ。生産者の中でも新世代として頭角を現している農園主のアンディさん。ヨーロッパで社会貢献について学んだ後、ボリビアに U ターンしてコーヒーの精製所を設立。発酵プロセスに力を入れ、ワインの醸造に使う発酵槽を備えた施設で日々実験に取り組んでいる。隣同士互いに助け合い、コーヒーの質を高めていく2つの農園。どんな違いがあるのだろう。味で言うと同じ、例えば芸者でもカルメロさんのコーヒーって全体的にすごく柑橘の風味を感じたりとか、すごい優しい味わいっていうのが特徴だったと思うんですけど、アンディさんは僕はすごくこうリンゴ系というか、の味わいだったりとか、あとはやっぱりその発酵
発酵によっていろんな味わいが作られているっていうなんかプロセスで味付けっていうのもちょっと変かもしれないですけど、その味わいを表現しているっていう、なんかその違いが大きく感じました。実直に良質なコーヒーを作り続ける職人かたぎのカルメロさんにインスピレーションを得た2人がスペシャルティーな一杯を入れる。カルメロさんの豆を選んだのは松木祐介さん。たくさんの出会いがあって、そういった、生産者さんがどんな思いでコーヒーを作ってるかっていうのを目の当たりにしてきたので、顔が見えるコーヒーというか、その人の思いが詰まったコーヒーをテイスティングできるっていう機会はすごく私にとってすごく貴重な経験であるなと思います。品種はゲイシャ、生成方法はウォッシュド。カルメロさんのこだわりを引き出すために特別な工夫をしたそう。硬水と軟水合わせて、で両方やってみたんですけど、ちょっとやっぱ硬水だとちょっと出過ぎてチョコレートみたいな感じになっちゃうんで、でも軟水だけだとクリーンすぎてあんまり出てない感じがしたので、ちょっとミックスして、でも多分質感も出てて、でなんか私が初め飲んだ時にそのカッピングで感じたマスカットとかホワイトピーチみたいなのをちょっと表現したいなと思って、ちょっとこう水を変えてみました。マスカット、ホワイトピーチってなんかわかるね。美味しい。よかった。松木さんの入れた特別な一杯にはカルメロさんとの出会いという物語があった。Start Your New Story with Coffee っていう、タイトルをこれにつけて、6日目の時のカッピングの時にすごいカルメロさんが朝からすごい険しい顔してて、なんか無口でニュートラルでこういう人なのかなって思ってたんですけど、こうカッピングで、みんなこうフィードバックしてって、さっき言ったマスカットとかホワイトピーチみたいな味がして、このテーブルの中ではこれが一番好きって言った時にカルメロさんが笑顔ですごいうなずいてくれてたの。松木さんにとってこの瞬間が大きな転機となった。これがその時の写真。ずっとなんかその印象に残ってて、でそうだよなと思って、カルメロさんがこう大切に育ててきたコーヒーがここに並んでて、なんか私たちはスッてこう飲んで、これはこんな味がするねみたいな感じで、いい悪いとかなんか簡単に評価しちゃうんですけど、生産者さんにとっては1年間かけた集大成がそこに詰まってる。で生産者さんのこう物語があって、それをコーヒーが紡いでくれてるのかなって。かっこいい。かっこよかった。続いてコーヒーを入れるのは宗広由美さん。農園訪問は昨日が見学含めて最後で、今日は皆さんお会いした方々の生産者さんのお豆のカッピングが待っているのと、あとカルメロさんのカフェに行けるそうです。現地のボリビアのカフェは一体どんな感じなのかすごく楽しみです。そして美味しいコーヒーがまた今日も飲めるのが楽しみです。品種はカルメロさんの農園で作られたゲイシャとジャバ、2つをブレンドしたものを選んだ。そこにはとっても素敵なエピソードがあるみたい。カルメロさんとデイシーさんのゲイシャとジャバの品種がもうすでにミックスされたお豆を選んだんですけど、もう2人の愛と焙煎した私の愛と感じて飲んでほしいです。ニヤついてる。ニヤついてる高橋さんが。いただきます。いただきます。やらないじゃない。うまっ。美味しい。美味しいですね。めっちゃ美味しい。すごい。すごい。芸者の華やかさもあるけど、
なんかそれだけじゃない、その Java が入ってることですごいこうまとまりが出てるね。だからそれが本当にカルメロさんとデイシーさんがちゃんとこう、それぞれにねちゃんとお互いにミックスされてるなっていう。宗弘さんが愛を込めて名付けたコーヒーとは。私は誰かの顔を思い浮かべるもの。カルメロさんたちのことを思い出しながら焙煎もしたし、飲む時も彼らの顔を思い浮かべるなって思ってそのタイトルにしました。素敵ですね。でももうみんなのコーヒーを飲んでいく中でみんなそれぞれの生産者の顔も思い出すなと思って、私はすごい素敵な体験ができたなと思ってます。現地でこの豆別々に焼いてみたらもっと美味しくなるんじゃないかなとか、いろんな話も出たし、それもやってみたいなって実際思うんだけど、デイシーさんが「いや2人の愛だから別れさせたら悲しい」みたいに話してたのもすごい可愛いなと思って、だからその思いとカルメロさんが実際ピーチみたいな味わいの芸者とちょっとワインのような味わいが出るジャバトの味が好きだからこのミックスも作ってるんだよっていうのも言ってたのだったり、ね、カルメロさんが芸者を育ててデイシーさんがジャバを育ててるっていうそのストーリーもすごく魅力的で、私の大好きな一杯になりました。ちょっと違った視点でクワトロリャマスのアンディさんの豆を選んだのは、豆へのこだわりが強いという鈴木清和さん。クワトロリャマスとかあとカルメロさんとかって自分の中では衝撃的に良かったんですけど、農園の人たちの努力とかそういうのを伝えられるロースティングをしたりとか、お店のアプローチ方法とかを考えたりとか、今後日本に帰って、よりよくこう消費者の人たちに伝わるような、他のお店ではやってないような方法じゃないと多分伝わらないと思うんで、そういうのを考えて、試行錯誤してやっていきたいと思います。品種は芸者、生成方法はアナエロビックナチュラル。ワインなどで見られる手法でコーヒーチェリーをタンクや容器などに詰め、無酸素で発酵させる最近注目されている生成方法だ。いや甘いですね、とにかく、もう一発目に来るのがもう甘さっていう感じが、甘い余韻がすごい長いですね。ずっと残ってますね。革新っていうタイトルです。なんで革新にしたかっていうと、アンディ超マニアックで発酵素も自分で作ったりとか、衝撃的というか、自分もマニアックなことがすごい好きなんで、すごく似てるところがあって、革新的なコーヒーを作るためには、普通に完璧なプロセスで作って農園の人たちが美味しいというものを、自分たちが焙煎しただけじゃ今後できないのかなと思ってて、農園の人たちは抽出とかエスプレッソの抽出方法とかも知らないんで、そこら辺でどういうものを作ったらどういう抽出になるんだっていうのをアンディは知りたい。自分もどういうプロセスを経たものが最高に美味しいコーヒーになるんだっていうのをお互いに考えていきたいっていうのが、自分とアンディと話した中で今後革新的なコーヒーを作るんじゃないかっていうので、そういうタイトルにしました。鈴木さんは地球の裏側、はるか遠くのボリビアで同志と出会った。アンディはなんか
行かれてるよね。いい意味でどこの農園もすごくなんだろう、ボリビアの人たちって探求心があるんですけど、アンディはなんか他の人が考えないようなことをやりたいっていう。ボリビアの旅を終えたロースターたち。坂下さん、松木さん、橋本さんたち3組は隣の国ペルーのコーヒー産地も見に行くことに。訪れたのはスージーさんという女性が営む農園。なんかまたボリビアの時に食べたコーヒーシェイと味違います。この地区ってなんかあんまり今年は太陽が出てちゃんと乾かせなかったんだよね。でもこういう気候でこういう風に乾かすとこういう風にパーチメントが割れますよね。これがその発酵臭の原因なんですって。これ結構ありますよね。ちょっとあんまり良くないですよね、これってこの状態。この先もっとスペシャルティーコーヒーを作るためにはスージーさんのような小規模農家への技術の浸透が大切になってくる。最後にコーヒーを入れるのは橋本雄大さんとゆりさん夫妻。スペシャルティーコーヒーは生産者を豊かにするっていうのを、僕らは信じてというかコーヒーを買い続けているんですけど、実際行ってお会いしたら、全然貧しい暮らしをしているっていう現状がありました。僕らとほぼ同世代だし、できればずっとスージーさんとはコーヒーを通じてお付き合いをしていきたいっていうふうに思っているので、一緒にいいコーヒーを、作っていけたらとても嬉しいなっていうふうに思っています。ペルーで出会ったスージーさんの作るパチェとゲイシャ、2つの品種をミックスしウォッシュドで精製した豆の個性を最大限に引き出すエアロプレスで入れる。僕らは2年前に買い付けをしてすごく好評だったんですけど、去年は環境的な問題だったりとか乾燥がうまくいかなくて、オファーができなかったそうです。そんな中でも今年またいいものを作ってくれて、でこれから先何年も安定してずっといいコーヒーを作っていくためにこれから一緒に、取り組んでいきましょうっていう約束をした方のコーヒーなので、ぜひ皆さん楽しんでください。なんかフレッシュな果実感があって、甘さもありますし、めちゃくちゃうまい。リンゴみたい、甘酸っぱい感じがあって、タイトルは「つないだて」っていう風にしました。ボリビアの生産者さんたちはすごい素敵な方々で、前を向いてコーヒー生産に取り組んでたけど、僕らがお会いしたスーシーさんはまだあまり前向きに取り組んでいないというか、スージーさんは乾燥台を持っていなくて土の上でコーヒーを乾燥させないといけないので、品質が毎年のように安定がしなくて、いい年もあれば悪い年もある。でも自分たちで乾燥棚を買うお金もないっていう状況でした。じゃあお会いしたスージーさんに僕らは何ができるんだろうってなったら、じゃあ乾燥台をまずは僕らがちょっとお金の部分をなんとかするから一緒に乾燥台購入して、そこからいいコーヒーを作っていこうよっていう話をしました。一緒に乾燥棚買おうって言った時に、ずっと曇りがちだった表情がパッと明るくなって、最後笑顔で握手をして僕らは帰ってきたんですけど、そのつないだてっていうのを大事にして、これから先いいコーヒーを一緒にスージーさんと作っていきたいなっていう思いも込めてつないだてっていうタイトルにしています。スージーさんとの出会いを経て新しいコーヒーを作った橋本さん。そのパッケージには
スージーさんの笑顔が。最初笑顔がなかったスーシーさんがなんかこう明るい未来がこう見えた瞬間にすごい笑顔になったのはすごく覚えていて、やっぱなんかこうね、なんだろう、やっぱ多分不安だったと思うんですけれど、こうなんか仲間がいるって思うとやっぱりみんな心強いんだなってすごい思った瞬間でした。生産者の元を訪ねた6組のロースター。そこではロースターと生産者という垣根を越えた交流が生まれた。そんな彼らのもとに生産者たちからのメッセージが届いた。Y quiero contarles lo que ha cambiado en mí cuando los he conocido. Ahora, gracias a esa experiencia con ustedes, yo ya tengo los sueños y las metas más grandes. Antes solo pensaba en mi comunidad y en mi familia, pero ahora pienso también en ustedes. Yo nunca había pensado tener amigos, hermanos y aliados internacionales como ustedes, pero ahora ya sé que cuento con ustedes. Entonces mis metas son más grandes. Y el café de especialidad no solo va a ser mi trabajo duro, sino también es el trabajo de ustedes para poderlo mostrar a toda la gente. He visto que ustedes trabajan detalladamente en cada cosa que hacen y les agradezco por eso. Manejo de café y tener los controles necesarios, ¿no?, para obtener un café de alta calidad. Entonces, es lo que quiero decirles. Muchísimas gracias, estimados amigos, y un saludo a la empresa Típica. Gracias por todo y vamos a estar esperando. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Konnichiwa. Hola a todos. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de visitar nuestra plantación. Agradecerles por presentarme su maravilloso país. Agradecerles por todos los momentos compartidos. Pero sobre todo, agradecerles por su increíble amistad. Koji jinse yume bunka wo watashi to kyushite kurete arigato. Tengo trabajando 4 años. Estoy agradecida por la visita que me hicieron. Nuevamente quisiera que me visiten y que sigan consumiendo nuestro café. Gracias. 嬉しいっすね。感動しちゃいました。すごいですね。ボリビアに行ってすごくいい刺激を受けて帰ってきたけど、ナシアさんとか私たちもとっても刺激を受けたって言ってくれたのがすごく感動しちゃった。何もしてないでただ見させてもらっただけだけど、そんな風に言ってくれて、で多くの人がまた来てねって、いつでも待ってるよって、これはもう行かなくちゃ、ね、ナシアらしいし、また行かなくちゃって思いますね。みんな愛に満ち溢れてましたよね。生産者と出会い、濃密な体験を通して深まっていったロースターそれぞれの思い。この旅はロースターたちのスペシャリティにどんな変化をもたらしたのか。スペシャリティコーヒーっていうとなんかもうカップのクオリティというかね、点数でなんか線引きをしてたような気がするんですけど、今回、ボリビアっていうのはもうすごい未知の国で、行ったこともない情報も少ないっていう中で、どんな人が作っててどういう思いで作っててっていうのを分からなかったんですけど、今回の旅でそういうのがすごく知ることができて、なんかそういうのを自分たちが知った上でコーヒーの味のことをお客さんに伝えれる、そういう自信を持って伝えることができるコーヒーが本当のスペシャリティコーヒーなのかなっていうふうに思いますね。実際作ってる人たちに出会って、コミュニケーションを取ることによって
コーヒーを愛してる人たちが自分たちロースターと一緒に作る、もう人と人をつなぐ最高のプロダクトっていうようなもう印象に僕の中ではもうパワーアップしましたね。もっともっとお店に来てくださる方たちにコーヒー豆の味だけじゃなくて生産者のファンを作るつもりでコーヒーの魅力を伝えていきたいな、そのお豆の魅力を伝えていきたいなって思うようになりました。生産者さんとロースターだけではなくて、その仲介してくださる、業者さんもたくさんいますし、抽出するバリスタで、さらに最後にはお客様、全部含めて、それがスペシャリティコーヒーなのかなって。でそこにはやっぱり味の評価だけではなくその思いみたいなのも一緒に伝えていく、それがこれからの新しいコーヒーになっていくのかなって。それがもっともっと日常に落とし込まれていくと、もっと何ですかね、豊かなコーヒー体験ができていくのかなって思うようになりました。今回ボリビアに行ってなんか生産者のお会いした生産者の人たち一人一人だったり、その人たちのコーヒーっていうのがより大切だったり愛おしく思えるようになって、今はその大切な人と大切な人をつなげることができるものがコーヒーだなっていうふうに感じるようになったので、それが今の僕のスペシャリティコーヒーっていうふうな認識に変わりました。実際に行ってみたらすごいみんなあったかくて、今はなんか生産地に行きたいというよりもなんかあの方々に会いたいなとか、あの方々が作ったコーヒーが飲みたいなっていう気持ちに変わって、それって行かなかったら分からなかったことなので、スペシャリティコーヒーっていう一つの枠だけで決めてしまうっていうのがなんかそれでいいのかなと思っていて、コモディティっていう一般的なものとスペシャリティっていう、その枠だけしかないっていうものじゃなくて、違う面でサスティナブルとかそういうもので努力してる、農園もあったりとか、革新的なそういう農園とかっていうものが、次のなんかスペシャリティという言葉だけじゃない新しいコーヒーになればいいなと思います。ブラボーですね。もう枠を超えますよね。そうですね、枠を超えて。そうです。ありがとうございます。6組のロースターが紡いだスペシャリティな物語。それは遥かボリビアの地で生まれたコーヒーが私たちの元にやってくるまでの壮大な旅の記憶。世界中のロースターがコーヒー生産者を訪ねる旅はこれからも続く。その旅がもたらす変化はコーヒーの未来を変える物語となる。